これはまあ僕が仲良くしている芸人さんから聞いた話で、で、まあその芸人さんも、僕すみません、芸人さんの会話あんま詳しくないんですけど、4期生上の先輩から聞いた話らしいんですよ。あ、4期、まあどっかのじゃあ事務所に入ってる芸人さんで、その4期上の、まあじゃあ吉本の方なんですかね。おそらくそうですね。はいはいはい。で、その先輩が体験した話で、あまりにもトラウマだから、俺らはこの話できないからってことで、僕の仲のいい芸人さんに話してくれた話なんですよ。はい。なので、僕みたいな、まあ、関係のない人ならいいよっていうことで、OK をもらって。そっか、逆にトラウマすぎて当事者同士だと話せないんですね。そうなんですよ。で、まあ、その話なんですけど、その先輩が若い頃の話で、はい、で、その同期の間で結構たまり場みたいなところで集まったらしいんですよ。で、そのたまり場っていうのが、その同期の家で、で、それが、なんでたまり場なのかというと、たくさん VHS が家にあったと。今の子たち VHS わかりますかね？ビデオテープね。そうですね。はい、昔テープだったんですよね。そうなんですよ。そのビデオテープが大量にあって、まあドラマとかバラエティとか映画とかが録画されてて、で、ストックがあるから、まあ夜な夜なみんなで集まって酒飲んだりして、で、見あさって、で、そういった生活をよくしてたらしいんですよ。で、ある時、まあ同じようにね、みんなでワイワイ遊んで、もう家主も寝ちゃって、で、その3人起きてたんですよ。芸人さんたちが。で、3人でなんか面白いビデオテープないかなって見てたら、一つ、もう何もラベルが貼られていない真っ黒なテープがあったんですよ。まあ本当ね、貞子の呪いのビデオかよっていうぐらいのものがあって、うわ、これ何やろ見たいねつって。まあ家主寝ちゃってるけど、まあ許可取んないで、まあいいや、見ちゃおうぜつって。ね、なんかエッチなビデオかもしれないよみたいな感じで。今でエッチなビデオすぐ見れるかもしれないですけど、昔だったら貴重じゃないですか。はい、で、入れるんですよ、ガチャンつって。で、まあ再生されるんですね。で、何が再生されたのかというと、普通の田舎町でもないし、都会でもない町の交差点なんですよ。で、普通の交差点がこうやって映し出されて、で、なんて言うんですかね、この交差点のある一角 V の字になって、こっちも道で、こっちも道で、みたいな感じで、ここら辺が映ってるらしいんですよ。で、なんやこれみたいな。わけのわかんないなんか映像だなって言って、で、ビッってVHS が鳴って、ギュリリリリリってガチャって出てきちゃったんですよ。VHS って、全部最後まで見切ると、勝手にね、巻き戻しになって、最初まで巻き戻されて出てくるじゃないですか、勝手に。で、あれと思って、全然何も再生されないですぐ出てきちゃったねって、もう一回入れてみようって言って、また入れるんですね、ガチャって。で、また同じような映像が流れて、なんやこれまたビーって、ギリギリギリガチャンって出てきちゃって、あれまたね、見れなかった。でもちょっと長く見れたねって。最初の回より、ちょっと長く見れたから、これもしかして、もう何回も何回も繰り返し入れていけば、最後まで見れるんじゃないって話になって、もう彼ら、もう夜中ですよ、確か。もう遅くまで来る、何回も何回もガチャガチャって入れて。で、そうしてるうちに、その3人のうちの1人が、飽きちゃって、俺ちょっともうなんか飽きちゃったから、コンビニ行って、もう酒と酒のつまみでも買ってくるわ、つって。ね、まあ、家主も寝ちゃってるから、家主のチャリンコ借りて向かうんですね。で、OK っつって二人は引き続き何回も何回も入れて。で、入れてたら、ある時、ちょっと変化が訪れて映像に。はい、普通の十字路の交差点かと思いきや、奥の方から光が見えるんですよ。まあ、画質も悪いからよくわかんない。なんか光っぽいものが、小さい光がこうやって動いてるんですね。あれ変化出たよっつって。そしたらそれと同時に、右の方から大きい光が今度現れて、はい、なんやこれって感じで、その小さい光と大きな光がこうやって見えるんですね。なんか動いてるよって話してたら、ちょうどその光が交わってパーンって消えるんですよ。はい、何今のって。そしたらビックルガチャって出てきちゃってまた、何やろ今って話してたらもう一人ね、二人のうちの一人が、って青ざめてて、いや今、上の小さい光、あれさっき出て行ったやつじゃねって言ってて、さっきコンビニにね、飯とか買いに行ったあいつじゃなかったで、右から来たのってトラックじゃなかったあいつ跳ねられてなかったって言うんですよ。なわけないやろって。でももしそれだったらめちゃくちゃ怖いねって話になってもう一回入れるんですね。で、ガーって入れて、で、再生したら、今度は全く関係のない映像が流れるんです。はい。
今度はどっかの田舎の農村で、普通の農村で4、50人のおじいちゃんおばあちゃんたちがこのカメラの方、こっちの方をずっとじーっとなんか睨みつけてるような映像が流れるんですって。4、50人も。はい。結構多いですよね。なんやこれと思ってたらまたビーってギュルギュルって出てきちゃって、何今のって。でもあいつも帰ってこないし、どうしようって話になって。まあでもね、とりあえず待つか。その日は帰ってこなくて、したら後日発覚したのが、本当にその人トラックで跳ねられて亡くなってたんですよ。その時にですか？はい。その時にコンビニに飲み物を買いに行ったその芸人さんがトラックにはねられて亡くなったってことが発覚して、本当にあれガチだったのって、あのテープなんだってなるじゃないですか。もちろん警察に全部説明して、いや、こういったもので、再生したら見えて、で、農村で、みたいなことで全部伝えるんです。じゃあそれをちょっと再生してみよう。で、再生したらしいんですよ。そしたら今度は、普通のバラエティ番組が流れるんです。はい。全く関係ない。やっぱ関係ないじゃん、みたいななって。でもね、家主なら何か知ってるはずじゃないですか。彼の一応所有物なので。で、彼に、あれ何なのって。あのビデオで何もラベル入ってないやつ、あんなことあったけどって。で、彼は言うには、これおじいちゃんの形見だって言うんですね。なんか、おじいちゃんからいただいて、形見っていうかまあいただいたもので、お前がなんか困った時とか、なんか辛い時はこれを見ろって言われたんですって。で、その理由っていうのが、見たら誰かがお前の業を肩代わり、犠牲になってくれるよって言われて渡されたものだったんだそうです。で、まあその家主、もちろん彼のせいって言っちゃあれですけど、わけではないかもしれないですけど、で、家にあっただけなので、彼はすごいそれで責任感感じて、その後芸人も辞めちゃって、一応僕は名前も聞いてるんですけど、名前出さないでくれって言われてるんですね。一応なんか本当にその、まあ何期とは言えないですけど、の間では結構トラウマ話になっちゃったらしくて、で、そうそう、彼らの間ではもうこれは絶対話すのやめとこうって言って、僕の仲のいい芸人さんに話してくれて、まあね、話したかったらいいよって僕の元に来た感じなんですよ。僕もちょっと謎で、そのビデオテープで謎の交差点が映ってたじゃないですか。はい、で、その映ってた交差点っていうのは夜だったんですかね？光が来るってことは。おそらく夜で、僕もこれちょっといろいろ考えたんですよ。そもそも、ね、島田さんもいろんな会談聞いてると思うので、なんか推理できると思うんですけど、一つはありえないですけど、ライブ映像的なことじゃないですか。そう思ったんです。そう。一つはライブ映像説なんですけど、もう一つは、もう亡くなってたってことじゃないですかね。亡くなってた。もう、そこの場に来る前に。なんか僕そっちの説ももしかして考えられるんじゃないかなと。まあよくあるような展開ではあるんですけど、でもライブ映像ってなんやねんって VHS でね。昔の話ですし。で、多分、その場所って、その方、亡くなってしまった方が買いに行った場所っぽくないっすよね。なんか聞いてるとね。その十字路の。はい、でも確かに、ね。それはどうなんですかね。なんか、詳しいことは聞けてないらしいんですけど、本人には。僕もちょっと、真実が好きな人間じゃないですか、今。はい。それ本当？会議派ですもんね。いや、嘘くさくねって言っちゃったんですよ。いや、でも、その僕の仲いい芸人さんには嘘つく理由がないっていうか、実際に芸人、その家主の方、辞められた方も、その僕の仲のいい方はお会いしてて、で、亡くなった方も知ってるらしく、なのでまあおそらく事実なのかなみたいな感じで言ってね。なんか僕今聞いて、今のお話もさらに聞いて、夜だったんだ映像がってことになると思ったのが、もしかしたらライブ映像なのかなってやっぱ思ったんです。なんでかっていうと、ふーっとこう火の玉みたいのがあって、それが一人には火の玉しか見えてないんだけど、もう一人はそれが人とトラックに見えてるわけですよね。そうですね。よくあるのが、霊感強い人と弱い人がいて、弱い人ってただの火の玉しか見えてないんだけど、霊感ある人ってそれが人に見えたりとか、よりくっきり見えることがあるんです。なるほどね。で、最初から何回も入れるんだけども、交差点しか映らないで出てきちゃうんですよね。
で、またいたら出てきちゃうあ。出てきちゃう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 けども、徐々に長引いていく。で、最終的にふーっと来るわけですよね。だから、まだその場に到着してないから、でも、ここでそういうことが起こるんだよっていうことは決まっていて、だからそこだけ映ってたんだけども、入れるたびに時間が長くなってたっていうのは、その方がその現場に到着してくるっていうことの、徐々に長くなってきてたってことなのかなとか。そんなことでもあり得るんですか？いや、ありえないと思いますよ。ただ、普通に考えたらあり得ないですよね。とんでもないそういう不思議なビデオがあるのかなっていう。まあでも形見じゃないですけど、そういった話ってちょいちょい聞くじゃないですか。はいはいお守りじゃないけど、それこそ呪術が弾けるとか、みたいな類の話なのかなってね。ただこうなると不思議なのが、その後に映った謎の40人ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんたちが睨みつけてるっていう映像なんですよ。そうなんですよ。なので僕も最初聞いたとき、まあ怖いとは思いつつも、なんやそれみたいな、ちょっとね、よくある呪い、本当に呪いのビデオじゃないかって思ったので、一瞬なんか冷めかけたわけじゃないですけど、ちょっと不思議すぎて、怖い要素を詰め込めようとしてんじゃないのって僕はちょっと思っちゃったんですよ。なるほどね。でも、割とその本人のトーンがガチトーンだったので、で、警察の方にね、こう見せた時にはバラエティ番組が入ってるわけじゃないですか。結局全然関係のないバラエティ番組だったというので。で、業だってことになると、なんか今度そこで何かまた人が亡くなったりとかしないと、この話としては辻褄が合ってこないわけじゃないですか。合わないですね。ただ、そうなってくると、その方の業がまた溜まった時に、そのバラエティ番組の場所で同じく人が亡くなる。で、そのことが迫ってきた時に徐々になんかこう、その続きが見られるようになってくるっていうような。呪いの連鎖みたいな感じじゃないですか、それ。まあ不思議ですよね。僕もなんか、VHS ライブ、いやそうですよ。ありえない。ありえないですもんね、普通に考えたら。ちょっとだから脳が最初ね、理解できないっていうか、どういうことって思ったんですけど、ちょっとなんかちょっとね、不謹慎なあれなんですけど、ちょっと気持ち悪いような、なんかね、なんか不穏な感じになるような話なので、それちょっとあんま言いたくないけど、って感じだったんですけど。まあ、でも確かに当事者はちょっとね、そうなんですよ。その亡くなってしまった方、そして引退をしてしまった方も知ってると、やっぱこの話を封印しようって、その自分の口から話そうって気持ちはならないでしょうね。当事者たちはならないですね。ただやっぱ、さすがというか、聞いたことがなくて。本当ですか？で、やっぱりワンチャンあるかなと思ったんです。ワンチャンない。いや、僕も呪いのビデオはありますよ。はい、リングみたいな。ただ、今回のようなもう意味がわからなすぎるっていうところ。だからちょっとマジで今回考察。このね、聞いて、その後、謎の老人たちの顔が映ったり、その後にバラエティ番組が映ったりとか、その含めて、出てきちゃうとかも含めて、これこういうことなんじゃないかってちょっとでも分かったり、ピンときた方、ちょっとまたいっぱいコメント書いてほしいですね。確かにね、ちょっと気になりますよね。気になりますよね。あまりにも不思議すぎて、そうっていう話なんですよね。いや、ありがとうございました。なんか個人的に全然関係ない超短く、同じ方から聞いた、いや、なんだかんだ人が怖いねっていう話ですか。はい、同じくわけのわからない話なんですけど、はい、本当にもう5秒ぐらいで終わるんですけど。5秒 ?5 秒は持ってます。いやいやカウントダウンきつい。カウントダウンきつい。だいたい5秒って言ったら3分ぐらいですよ。いや、それはない。それは。都市熱陰謀論を語る人って盛るの得意なので。まあ1分ぐらいです。はい。同じ方から聞いたんですけど、まあ、島田さん結構タクシーとか乗りますよね。もちろん乗ります。僕も乗ります。まあ、タクシー乗られたらね、よくテレビでおっしゃってましたけど、怖い話ないんですかって聞いたり、いろんな方がいらっしゃるじゃないですか。運転手さんね、お話持ってますからね。運転手さんです。はい。で、これ、いや、僕も結構乗るんですけど、こんなことないなっていうのは本当に不思議なんですけど、で、その方曰く普通に乗ってたんですよ。で、そしたら、もうなんもないですよ。なんも会話もしてなんもない状態で、ゴー4って叫び出すんですよ。運転手さんがはい。本当に急に、ゴー !4!3! 2! つって怖いじゃないですか。怖い。何バカすんのみたいな。何も起きなくて。そしたら、運転手さんがね、今日僕の息子の誕生日なんですよ。時計見たら0時なんですよ。おめでとうございます。みたいな感じじゃないですか。はい、何この人みたいな。気持ち悪いってなって。そのまままた何もなく。
で、家に着いて、ちょっと気持ちいいから早くね、行きたいなって、お金払って。出ようとした時に、ギロって見られて、本当に子供いると思いました？終わり。気持ち悪くないですか？いや、しかもタクシーって本当密室で2人しかいないから。しかも、ある意味命預けてるじゃないですか。そう。ね、そこがまた怖いし、この人何がしたかったのっていう、もう全く意味のわからない話なんですよ。めっちゃ怖いですよね。マジで。僕もめっちゃ怖い。俺いきなりそれ高速とかで 5!4 とか言ったら0で突っ込むんじゃないかなとか。あ、確かに。心中じゃないけど、そう。企んでんじゃないかって、確かにそれも思っちゃう、ね。考えちゃいますよね。ただまさかの全く意味のない情報を、なおかつそれって本当だと思うって最後に問いかけて終わるっていうタクシー運転手がいたらしくて、俺それめっちゃ怖いなと思って。いや、それ聞くとなんかちょっとタクシー乗るの怖くなりますね。いや、わかる。そんなことはないけども、なんかでもそういうようないろんな人が確かにタクシー運転手さんいらっしゃるもんな、と思ったら何か命を預けてるわけだから。そうですね。ちょっと、なので、僕もなんか気をつけようってわけでね、気をつけよう、でも何もすることないんですけど、あります？でもね、カウントダウンって思い出したんですけど、カウントダウンって怖いじゃないですか。で、僕らでカウントダウンって言うと、やっぱりね、番組のチーフディレクターさんが、まあカウントダウンで、5秒前、4、3、とかってあるんですよね。で、長野の方でずっと番組やらせていただいたんですけども、その時新人の方が初めてフロアでやりますって言って、ガチガチに緊張してたんですよ。で生放送です。時に本当に緊張してたから、まあ、ありがちなんですけど、5秒前、4、3、2、1、0って言っちゃったんですね。で、これ言っちゃうと0が入っちゃうから、急に見てる方からすると、0! さあ、始まりましたってことになるから、これってまあ、2秒ぐらいから言わないっていうのなんですけど、まあ、初めてだったんで、まあ、笑い話でね、まあ、今度は気をつけるんだよって言ってたんですよ。で、マジで忘れないんですけど、翌週、その方、すいません、本当前回すいませんでした。今日0は絶対言いませんから。5秒前、4、3。これ。何回も練習しましたんで、今日絶対大丈夫ですっていう。何の練習だと思ったんですけど、まあでもそうなんだね。まあ、じゃあ今日は0言わないで気をつけてねって言って。でもガチガチにもうなんか力んでるんですよ。みたいな。で、生放送ですよ。で、僕とアナウンサーさんもいて、みんなでこう立ってて、じゃあ今回始まります。つって、5秒前、4、3。時に、3、プーっておならしちゃったんですよ。マジで。もう力んでた。聞こえるんですか？聞こえてます。プー結構大きめの。入ってるんですか？入ってますよ。で、何がもう大変って、僕ら、もう、今、あれおならしたよねっていう、もうとんでもないことが起きてるんだけど、番組やってなきゃいけないっていう。やばいっすね、それ。これすごい、未だにもう伝説の僕らの中で。才能っすよね、ある意味その方。まあ力みすぎて。耳までもう真っ赤っかになって、その後なんかいろいろカンペにこう書いてましたけど、全然情報入ってこないですよ。結局でもみんなやりきったというか。みんな、さあ始まりました。今日はですね、何月何日ですけどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ずっとおならしたよね。でずっとこういう感じで始まってって。僕だったら笑っちゃいますね。笑っちゃいますよね。それで思い出したんですけど、本当今日っすよ。友達と街中で買い物してて、渋谷から原宿あたりで買い物してて、で、エレベーター乗って、僕と友達と女性の方とあと2人ぐらい乗ってて、で、8階ぐらいまで行こうとしたんですよ。乗ってて。僕おならしちゃって。誰が？僕が。自分が、はい。僕がおならしちゃって、密室のエレベーターの中で。で、僕が、って言って、友達は、恥ずかしがりなので何も言えないで、そのまま過ごしたってただの話です。その、中世におけるフレンチブルドッグの役割じゃないんだ。なんですかフレブルって結構ね、まあ、おならし合うんです。本当おならしです臭いんですよ。っていうのをみんながね、貴婦人と社交界で、おならプってしちゃうときに、くさってなったときに、もう、このワンちゃんたらっていう感じでも使われてたっていうね。なるほどね、ちょっとそういった役割、全然関係ない話です。ちょっと思いました、おならすの全然関係ない話だし、自分がただただおならしちゃって人になせつけた話。そうですね。結論を言うとそうですね。人のチャンネルで話すのやめてもらってもいいですか？すいません。あと思うんですけど、そんなおならって出ちゃいます？出ますよ。いや、だから出ちゃうのはわかるけども、別にエレベーター乗ってる10秒、20秒だったら我慢できるじゃないですか。でも出ちゃうっても多分それ肛門括約筋がもうガバガバになってるってことでしょ？ガバガバ、あるいは、どこでもリラックスしちゃってるからですよ、僕は。かもしれないですよ。そんなだって、やばい出そうだなと思ったら、だって、普通にこらえません？社会人として。
こらえますよね、普通だったら。でも多分ちょっと気分が上がってて、出しちゃってもいいかな、モードだったのかもしれない。全然、おなら広げないでください。すみません。広げるつもりはなかったです。今、肛門広げちゃってすみません。肛門広げない。